F 近藤です。今日は為替相場パート2、外国為替相場変動の要因を簡単に説明したいと思います。高校では為替相場変動の要因を国際収支、ファンダメンタルズ、金利差、購買力陛下。この購買力陛下というのは、それぞれの国の通貨には決まった購買力があり、その購買力の差によって為替相場が変動する。こういった考え方なんですけども、この4つが主な要因であると説明されています。ただ、これ以外にも、例えばテクニカル要因。テクニカル要因というのは、個人の投資家がテクニカル分析を行って通貨の売買を行う。簡単に言いますと FX と呼ばれているものですね。さらに各国の要人発言、アメリカの大統領や FRB の議長、日本銀行の総裁の発言など、戦争などの地政学的リスク、こうした内容が重なり合いながら為替相場が変動すると考えてください。為替相場の様々な要因の中で、今回は国際収支とファンダメンタルズ、そして金利差に注目してみました。この金利差については、この後もう少し詳しく説明したいと思います。まず、国際収支なんですけども、輸出、例えば代金がドルで入ってきて、そのドルを円と交換したい。買いたい輸入品がある。だからドルが必要だ。旅行や保険でドルが必要だ。円と交換したい。アメリカに工場を建設したい。だからドルが必要だ。また、証券投資や金融派生商品。証券投資については、例えばアメリカの企業の債券や株式をドルで購入したいとか、金融派生商品というのは、これは動くお金が非常に大きいんですけども、アメリカのトウモロコシや大豆、先物を購入したい。ドルで購入したい。こういうふうに、ドルが必要だ。円と交換したい。こういった動きが為替相場に変動を与える。一番ベーシックな要因なんです。次にファンダメンタルズ。これは GDP や貿易収支 CPI などの各種経済指標が為替相場変動の要因である。例えば貿易収支なんですけども、貿易収支が黒字の場合、黒字の国の経済力は強いんですよね。そうすると、その国の通貨は買われる。逆に赤字だと売られるんです。つまり、経済指標によってその国の経済力が分かったときに、為替相場が変動する。これも一つの要因なんですね。そして、金利差。一般的に金利が高くなった国の通貨は上昇します。低くなると通貨は下落する傾向なんですね。それでは金利差が
為替相場に与える影響について考えてみましょう。国内と外国との間に金利差がある場合、資金の移動が発生するんですね。例えば、アメリカの金利が上昇した。日本は金利を現状維持した。そうした場合、アメリカの金利が上がっていますから、資金はアメリカにどんどん移動してきます。アメリカのドルが買われますから、ドル高、その結果、円安。ドル高、円安なんですね。さらに、例えば、ユーロ圏の金利が上昇した。日本は現状の金利を維持する。そうすると、資金は金利が高いユーロ圏に集まってきます。ユーロがどんどん買われていきますから、ユーロ高で、その結果、円安。こういった状況が発生するんですね。このグラフは、アメリカの消費者物価指数、政策金利と失業率の推移を表しています。注目してほしいのは、このオレンジ色の政策金利です。2022年の3月には 0.25%、その後0.5、0.75、0.75と急速に金利が上がっているんですね。これだけ急激に金利が上昇してくる。これは歴史的な出来事だと思います。この金利の上昇にまず注目してください。このグラフはユーロ圏の消費者物価指数と主要リファイナンスオペ金利の推移を表しています。ユーロ圏 ECB は3つの金利を操作しています。1つ目は預金ファシリティ金利。これは市中銀行が中央銀行に預金するときの金利です。2つ目は主要リファイナンスオペ金利。これは市中銀行が国債を担保にして中央銀行から資金を借りるときの金利です。最も重要な金利です。3つ目は限界貸付ファシリティ金利。緊急に資金が必要になった市中銀行が中央銀行から資金を借りるときの金利です。この3つの金利が2022年の7月、急激に上がり始めるんです。3つの金利がどんどん上がっていますね。この状況も確認してください。このグラフは円相場の推移を表しています。青い折れ線グラフは円とドルの動きを。薄い茶色の折れ線グラフは円とユーロの動きを表しています。注目してほしいのは2022年3月、アメリカの政策金利が上がってくるとほぼ同時にドルが買われ始めてるんです。このドルが買われるというのも、例えば機関投資家が先物を買う。いろいろな組織がいろいろな方法でドルをどんどん買うんです。
その結果、ドル高が発生するんですね。ドルが買われると、その一方で円は売られますから、ドル高、円安がずっと続いてきます。そして、1ドルが150円を突破すると、日本は為替介入を数回行いました。そしてちょうどこの頃、アメリカの政策金利の上げ幅が緩やかになる。また、景気後退が発生してくる。リセッションですよね。そういった噂が流れてきて、その結果、今度はドルが売られて、円が買われる。ドル安、円高という状況が発生します。そして、2022年の12月には、日本銀行が10年国債の金利の変動幅をプラスマイナス0.25からプラスマイナス0.5に幅を広げる。つまり、日本が金利を上げるかもしれない。そういった状況下の中で、円が買われて、ドルが売られる。円高、ドル安という状況になってきます。ただ今回、皆さんに見てほしいのは、アメリカの政策金利が上がった、それとほぼ同時にドル高が発生している。この状況ですよね。同じことはユーロ圏にも言えるんです。ECB が金利を上げてくると同時に、ユーロがどんどん買われて、ユーロ高、そして円安という状況になってるんです。これだけ金利と為替相場が結びついている、分かりやすいところって結構珍しいんじゃないかなと思いますので、皆さんは現在のこの為替の動き、注目してほしいなというふうに思っています。このグラフは東京都区部コア消費者物価指数とドル円相場の推移を表しています。この赤色の折れ線グラフは円とドルの動きを、青色の棒グラフはコア消費者物価指数、つまり日本のインフレの状況を表しています。日本は貿易国ですから、為替相場と消費者物価指数、つまりインフレの相関性が高いんですね。つまり、円安が続くと、原材料費が上がってしまいますから、その結果、インフレが発生してしまうんです。インフレが発生してくると、実質賃金が下がってきますから、日常の生活は圧迫されてくるんですね。その一方で、インフレが発生していない状況、つまりデフレの状況では、日本の経済そのものが成長していかないんですね。現在、デフレを脱却した歴史的瞬間であるとも言われています。ですから、為替相場の動きと、この消費者物価指数の動きにも皆さん、ぜひ注目してください。